はい、こんにちは。前回ファンタジアの考察でも軽く触れましたが、今回は世界宗樹の麓に突如出現した理想郷、ファルコニアについてさらに深掘っていきたいと思います。グリフィスが築いた地上の楽園とも言うべき都は、この作品の中でどのような意味を成しているのでしょうか。それでは行ってみましょう。まずはファルコニアの理想郷ぶりについて解説していきます。世界がファンタジアにその姿を変貌させたことで、隔離世とうつ世は完全に重なり、人間の想像上の生き物であったはずの化け物や妖精たちが目に見える形となって完全に現れるようになりました。39巻のゲドフリンの説明によれば、ファンタジアを作った元凶である世界樹の麓のみが嵐の目のように邪悪な幽体を寄せ付けない穏やかな霊力に満ちた土地となっており、そこにファルコニアは存在しています。人類にとって現在唯一平穏な生活を送れる場所、それがファルコニアであり、国家として成立し得る唯一の場所です。その城郭は堅牢豪奢を極め、門だけでも城1個が入るほどの巨大さで、城郭内に入場しようとする者たちを呆然とさせるほどです。ファルコニアはかつてのウィンダムとは比にならないほどの人で溢れ返り、城下町は多数の馬車が行き交い、通りには商店が並んで豊かな賑わいを見せています。商売自体が発展しているところからも、ファルコニア独自の通貨も流通していると見ていいでしょう。何という名前の通貨でしょうかね。そういえばベルセルクの物語の中でお金の描写って全然出てきたことないですよね。話を戻しまして、他の町から難民として避難してきた人々はまず難民局にて登録、その後仮の宿が与えられます。各々の職能や希望を鑑みて各ギルドに振り分けられ、正式な住居はそのギルドの居住区になります。ファルコニアの生活空間は職業に応じたエリアに分かれていると考えて良さそうです。また庶民が入ることのできる温泉施設もあります。しかし庶民用としては豪華すぎる内装で、山崎まりの漫画テルマエ・ロマエに出てくるローマ皇帝用のテルマエよりも豪華かつ巨大な施設で、これだけでも史上前例のない豊かさを誇る大都市であることが伺えます。さらに興味深い描写が、ファルコニアの町でリッケルトが交渉として馬車や様々な道具の修理を請け負って仕事をしていますが、その中で町の倉庫でボロボロに朽ちかけていた散水機の修理をしています。事実、それを発見した人は散水機という道具の存在すら知らなかったようで、手に入る部品を使って機構を再現したリッケルトも、いやすごいですよこれ、と言っているように、このような道具を見るのは初めてだったのでしょう。突如現れてそれほど時間も経っていない町の倉庫にボロボロに朽ちかけていた散水機があるというのが面白いですよね。覇王ガイゼリックが打ち立て、一夜にして地中に没したと言われる古の都の名残を匂わせる場面ですが、現在の人々が知らない道具が存在していたことを考えると、古の時代には存在していたが、その後後の世代に伝わることはなかったものがまだ他にもありそうな気がします。ガイゼリックは帝国を打ち立てたわけで、一人の人間が王となり権力を振るうためには、不特定多数の人間に情報を伝える必要性が生じるため、必ず文字が発明され、二次元媒体を用いて情報の伝播をするはずなのですが、ベルセルク世界の中では古の都の情報はおとぎ話や法王朝の宗教譚として語られているに過ぎない。古の都の情報を記した書物が他にないというのは不自然に感じます。町の倉庫にボロボロの散水機があったように、そのような書物がファルコニアのどこかに眠っていて、そこから今後情報の開示が予定されていたのかもしれませんね。そしてそれが因果の謎を紐解くことになったり。僕の考えるファルコニアの理想郷たる一番の理由というのが合同葬儀です。ファルコニアにたどり着くまでの道のりで亡くなった難民やその護衛にあたって亡くなった兵士は城に一旦安置され、遺族との最後の別れのために合同葬儀が催されます。葬儀にはシャルロット王女も参列し、儀礼を取り仕切るのは法王朝最高位の祭司、法王が執り行う。一般人にとっては破格の待遇であり、さらにグリフィスの能力によって遺族は死者の御霊と直接最後の会話を交わすことができます。人々はここで死の後も魂は終わらないということの確信を得ることができる。
これが最もこの都は人間にとって理想郷といえる根源と僕は考えています。人生の中でも人々を悩ませる古今東西変わらない最大の謎は、自分は死んでしまったらどうなるのかということだと思います。ここではその誰にも確固たる説得力を持って解くことのできなかった問題に対する回答を与えてしまっています。これを見た人々は死後についての不安を少なからず解消できるようになり、ロックスの言うように天国や地獄というものもあり得るという想像が可能になります。それによって今をいかに生きるかという自身の生きる姿勢を判断する基準を設けることができる。ファルコニアに生きることは他の街で生きることよりもはるかにいい生活ができ、外は魔物で溢れていようとも中にいる限りその脅威にさらされることはない。さらには死に対する不安も解消されていれば、愛する家族とそれを育んでくれる都を守るため身を挺して戦うことに臆する必要はなくなります。戦のたびにグリフィスは奇跡を演出してみせますし、兵士たちの士気は爆上がり状態でしょう。つまりファルコニアはあらゆる意味で人民の愛国心を集めることにおいて完璧すぎるぐらい完璧であるということができます。このような理想郷を打ち立て、人民の死に対する恐怖すら克服しつつあるのが光の鷹グリフィスです。彼は使徒である戦魔兵たちからは文字通り神として崇められていますし、大勇海将で芝を思わせるようなガニシュカを打倒したところを目の当たりにした兵士たちや旧ウィンダムの人民たちも彼のことを神に近い存在として崇拝していることでしょう。そのグリフィスの方を引っ叩いたのがリッケルトなんですよね。リッケルトっていうのがまたいいですよね。旧高野団ではあまり目立った活躍をしていなかった彼が、もはや神と等しいグリフィスの頬。それを聞いたルカの反応が、それはまずいんじゃっていう感じなんですけど、あの貴族に対しても暴言を吐くようなルカがこう言うんですから、いかにグリフィスが絶大な存在なのかを物語っています。ロックスが切れるのも無理はない。リッケルトは再生の塔で拘束されているグリフィスを皆と共に助けに行けなかったことを引け目に感じていました。彼にとっては理由のわからない形で仲間たちを惨殺され、一人取り残された彼は皆の墓を作りますが、後々ガッツから事の真相を聞き出して愕然とします。ファルコニアは確かに現在の人間の希望と理想の都には間違いありませんが、リッケルトはやはりそれが残忍極まる犠牲の上に立っていることが許せなかったのでしょう。彼もまたグリフィスに再度従う道は選ばない。同様にシラトも従おうとはしません。人知が及ばぬものに委ねていいのか。これすごい好きなセリフなんですけど、自身や家族の生活を考えて長情なる支配者に委ねる者たちと、自身の心情や誇りから厳しい道であろうとも反目を決断するはぐれ者たち。ここにクシャーンの戦将ダイバが加わってファルコニアから脱出する。もちろんガッツたちもはぐれ者たちに含まれるんですが、この空気に抗う感じが大好きですね。以前の動画でもリッケルとシラット、ダイバのコンビでグリフィスへの対抗勢力になるんじゃないかというコメントが複数あったんですが、僕もそう考えています。ファルコニアはベルセルク世界を生きる一般の人々にとっては完璧です。そのように作っていると思いますしね。ただ後ろ暗いものも持っていながら完璧というのがものすごくうさんくさいんですよね。そこに反発する勢力の活躍をこれから書くところだったんじゃないかと思います。まあ妄想するのは自由ですから、今後もガンガン考察妄想していきます。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。